ご理解第44節。狐狸でさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後、神に祀られ、神になることを楽しみに信心せよ。お道の信心による神格開眼です。金光様の信心をしておるから神になるのではない。神になる道を行ずるから神に祀られるのです。万物の霊長としての霊徳を磨き清めていくところに霊長としての自覚が生まれます。少なくとも誠の信心のありがたさ、楽しさが身につき、我ながら我が心が祀れる信心に向きが変えられねば、神になる楽しみは生まれません。芝居講談で見聞きする狐狸ですら、どこどこの山に1000年の修行を重ねた狐とか、神通力を得た狸とか申しますからね。そのための修行がいるのは当然のことです。今朝は大変ありがたいことをいただきました。新中記念の時にあることを思わせていただいておりました。それは昨日のあるツイッターの投稿を読ませていただき、そこには人の身を助けるために何々が生まれた。そして心を助けるために何々が生まれたといったようなことが誰かが申されたのだと思いますけれども、そういう投稿があっておりましたが、今朝そのことを身も心も助けるために金光教は生まれたといただきました。身も心も助けてくださるのがこのお道だということですね。これはどういうことかというと、師匠が私の話を聞いて感じてくださればおかげになります。そしてまたその話が分かってくだされば信心が進みますというようなことをお話ししておられましたが、そのこととも関わりがあるように思いますね。この師匠のお話を聞いて何か感じるところがあったら、そこでおかげが流れてくるというのでしょうかね。おかげがある、いわゆるご利益があるというわけです。いわばもし病人さんがそこにおられて師匠の話を聞いて心に感じるものがあった。そしたらそこで病気が治るというような、それこそ破天荒なおかげもいただけれる。それはもし人間関係の問題であったり、金銭関係、いろいろないわゆる難儀と言われるようなもの、そういうものを抱えておる人が師匠のお話をいただき、そこに心にはっと感じるものがある。そしたらそこにその難儀を解消するような、難儀から解放されるようなお働きが現実に現れる。いわゆるご利益をいただくというのですね。それほどしの神様のお働きがあるというわけです。と同時にまたその師匠のお話の内容、中身がよく分かった、よく理解できたならば、その人の信心がまた進むと。信心が進むということは、すなわち心がまた一つ開けるということでもありましょうし、心が助かるということだと思いますね。神様のお働き、師匠は神様のお働きはどういうものか、神様の願いは、神様のお心は、また人間としてどうあるべきか
というようなことを教えておられるわけですから、その師匠のお話が分かったら、私どもの心が一つ育つ手がかりをいただけれる。そこにまた心が助かる。心の助かりにつながるわけですね。そしてその師匠のお話は、身も心も助けるばかりではなく、さらにその人が人としてこの世に生まれ、どうあるべきか、その人としての本来のあるべき姿というものを分からせられるということではないでしょうかね。ある意味、人が人としてこの世に生まれ、いただくべきこと、その人の助かりの身も助かり、心も助かり、そしてまたこの世で人としてなすべきこと、それらすべてが師匠のお話には入っているということになりますね。どうでもこの師匠のお話が皆さんのより多くの人々のところに届くことを願いますね。そしてまたその師匠のお話を聞いてくださり、そしてそこに神様のそういう破天荒なおかげが、働きが現れることを祈ります。これはまたもちろん、私が話させていただくこと、このことを聞いてくださる人たちの上に、やはり同じような破天荒なおかげ、神様のお働きが現れ、そして少しでも人の心が育つことのためにお役に立つことを祈ります。お久めですね。師匠のお話には、その人の身も心も助け、そしてさらに人がどう生きるべきか、本来のあり方を教えてくださるもの。それが愛楽理念であるということになりますね。どうでも昨日とまた同じことになりますけれども、師匠の話をいただき、そのいただいた人たちが破天荒のおかげを、神様のおかげを、神様のお働きをいただかれるように、そしてその内容がさらに心に染み込んでいかれるように、本来の人間としてのあり方というものに目覚められますように、神様のお働きがあることを切に切に祈らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。